セオドア・フリードマン博士は1935年オーストリア・ウィーンで生まれました。法律家でありスポーツ選手でもあった父親と歌を愛する母親の影響で音楽とスポーツに熱中する活発な幼少期を過ごした博士。しかしその後ナチスの迫害を避けて1938年一家はウィーンを離れアメリカへ移住。フィラデルフィアに居を構え苦労しつつも平和な生活を送るようになりました。博士は地元の高校を卒業後1956年ペンシルベニア大学医学部へ進学します。在学時生化学の講義で触れた DNA の発見や遺伝学の研究に強く惹かれ病気の治療に応用できないかと考えていた博士。1960年博士号取得後は小児科の臨床実習の習得と子どもの遺伝性疾患の研究を目的にハーバード大学ボストン小児病院へ移ります。アラン・フィッシャー博士は1949年フランス・パリで生まれました。さまざまな学問に興味があり好奇心旺盛な少年時代を過ごした博士。ケミカルエンジニアだった母親の影響や父親の希望もあり1967年パリ大学医学部へ進学します。大学院へ進学後恩師クロード・グリセリ博士の下で小児科の臨床経験を積みやがて免疫疾患の治療に関心を持つようになります。1980年博士研究員としてロンドン大学に進んだ博士はヘルパー T 細胞の研究に取り組み免疫学の基礎を学ぶ過程で遺伝子工学の可能性を見出します。当時遺伝子工学は飛躍的な進歩を遂げました。遺伝子を切り出し他の細胞に導入する技術が開発されたのです。この技術の安全性が確立されれば先天性疾患に対する根本的な治療につながるはずだと多くの臨床医師が期待していました。フリードマン博士は1962年に軍医として英国に渡った後ケンブリッジ大学でノーベル化学賞のフレデリック・サンガー博士に師事。1963年に帰国後米国立衛生研究所に所属。そこで自傷行為を伴う難病であるレッシュナイハン症候群という疾患について研究を進める中で遺伝子治療への思いを強くします。その後カリフォルニア州ラフヤのソーク研究所に移りノーベル生理学・医学賞のレナート・ドゥルベッコ博士や物理学者であり科学哲学者でもあるジェイコブ・ブロノフスキー博士らと共に遺伝子治療を実現するために必要な概念や倫理上の問題について研究を進めます。そして1972年フリードマン博士はこれまでの研究をもとにウイルスを使用した遺伝子治療の概念をまとめ同僚のリチャード・ロブラン博士と共に学術誌「サイエンス」に論文を発表します。博士らが提言した遺伝子治療の概念、その一つは血管遺伝子の機能を回復させるため病的遺伝子から血管のある部分を取り除きそこに正常な遺伝子を置き換えることです。このように手を加えた治療用遺伝子をベクターと呼ばれるウイルスに運ばせ病的細胞に導入します。新しい遺伝子は細胞組織の一部となり細胞は本来の遺伝的機能を回復病的原因は除去されます。フリードマン博士はまた遺伝子治療の臨床への応用には多くの課題が存在することも明らかにし解決に向けて努力を重ねました。課題の一つは次世代への影響や優生学などの倫理的な問題、そしてもう一つは導入した遺伝子の活性を長期間適正に制御できるかという技術的な問題です。博士の提言を受け世界中の研究者が臨床応用に向けた研究に取り組みました。しかし治療遺伝子を導入後その量の不足が明らかになったりタンパク質の合成が止まってしまうといった問題が発生。明確な臨床効果を実証できないまま試行錯誤が続きました。研究者の間に閉塞感が漂う中画期的成果を成し遂げたのがその頃すでにフランスネッカー小児病院で
小児免疫会として活動していたフィッシャー博士の研究グループです。博士が遺伝子治療を行ったのは、生まれつき免疫細胞が作られない遺伝病である X 連鎖重症複合免疫不全症の患者でした。1990年に米国で行われた治療では、体内から取り出したリンパ球に治療用遺伝子を導入。効果を持続させるためにはそれを何度も繰り返す必要がありました。それに対して博士が1999年に行った治療では、リンパ球を作り出す元になる骨髄の造血幹細胞を取り出し、そこに治療用遺伝子を導入しました。すると1回の投与で造血幹細胞は機能を回復し、リンパ球は継続的に増殖。患者は長期にわたり免疫機能を回復することができたのです。しかしその後起きた副作用の問題により、遺伝子治療はしばらくの間臨床研究が停滞する時期が続きます。これに対してフィッシャー博士のチームは世界中の研究仲間と対策を講じ、患者と向き合い、遺伝子治療の安全性を科学的に証明。そのマイナスイメージの克服に成功しました。両博士の研究生活の陰には温かい家族の支えがありました。フリードマン博士は産業療法士だったスウェーデン人のイングリッドさんとケンブリッジで出会い、1965年に結婚。2人の息子さんに恵まれました。研究で家を空けることも多かった博士を奥様は笑顔で支え続けました。フィッシャー博士はパリ大学時代、同じ学部のアンマリーさんと巡り合い結婚。その後2人の息子さんが生まれました。多忙な博士にとって家族は大きな安らぎの存在でした。遺伝子治療は確立された医療の領域だが、そこには謙虚さと倫理観が不可欠だ。フリードマン博士はそう力説します。治療の影響力と安全性が増すにつれ、身体機能の向上を目的とする健常者への適応といった問題への関心が高まっています。新たな課題を研究者たちと話し合いながら、遺伝子治療の未来について今も博士は先進的役割を果たし続けています。フィッシャー博士もまたセミナーやシンポジウムなどの場を通して研究者との交流を重ねています。そして臨床の現場から遺伝子治療のさらなる可能性を追求し続けています。喜びを持って同僚に接し、寛大で温かい人間性を持つこと、そして優れた科学者と共に働き学ぶこと、それは科学者にとって最も大切なことです。運に恵まれることも重要です。しかるべき時にしかるべき場所にいる。常に独創性を重んじ、量より質を求め、感謝の心を持つ。そうすれば自分の運をつかみ取ることができるでしょう。未知なる領域を探求することに誇りを持つべきです。それは人類にとって最も重要なことの一つです。それが人生を快適にする秘訣です。あらゆる想像力を発揮し、懸命に努力すれば多くの実りを得ることができるでしょう。すべての人々に科学の真髄を説く責任を果たすこともまた必要なことです。